レッスン1、ビーチで楽しむ。その水は泳ぐのに十分暖かいですか？多くの子供たちはビーチで泳ぐことを学び、水遊びを楽しんでいます。はい、ちょうどいい感じです。子供たちが水しぶきを上げるのを見ていると、子供の頃の楽しい思い出がたくさん蘇ります。言いたいことはわかるよ。ビーチは家族で一緒に長続きする思い出を作るのに最適な場所です。まさに、海で泳ぐことを学ぶことはとても重要なスキルで、子供たちがここでその機会を得られるのは素晴らしいことです。確かに。それに、波の中で遊ぶのはとても楽しい。まるで自然の遊び場のようだ。絶対に、お子様がアクティブで冒険的になるよう促します。これはお子様の成長にとって素晴らしいことです。そして、暑い日に冷たい水に飛び込むのがどれほど爽快な気分かを忘れないでください。はい、自然の美しさを楽しみながら暑さをしのぐのに最適な方法です。間違いない。ビーチは、リラクゼーションと楽しみの両方を楽しめる魔法のような場所です。レッスン2、アパート探し。どんなアパートをお探しですか？居心地が良く、居心地の良い1ベッドルームを見つけたいと思っています。素敵ですね。1ベッドルームアパートメントは管理しやすさを保ちながらパーソナルスペースを作るのに最適です。まさに、特に長い一日の後には、快適でくつろげる場所が欲しいです。はい、そして居心地の良い環境を持つことはあなたの全体的な幸福を本当に高めることができます。どのようなアメニティをお望みですか？自然光がたっぷり入るユニットと、新鮮な空気が入る小さなバルコニーもいいですね。パーフェクトですね。バルコニーは朝のコーヒーや夜のリラクゼーションに最適な場所です。絶対に。また、近くに食料品店があると、毎日の生活に便利だと思います。間違いない。アメニティの近くにいると生活がとても楽になり、楽しくなります。同感です。この検索を始めて、本当に家にいるような場所を見つけることができてワクワクしています。レッスン3、子供の頃の思い出。私が子供の頃、彼は私の舌に棒をつけ、私の口に光を当てました。彼はそれをしている間、かなり真剣そうにそ見えました。れはかなりの経験のように思えます。これは医者の診察中だったの？はい、そうでした。緊張したのを覚えていますが、ただの歯の定期検診でした。想像できます。その瞬間は子供にとっては怖いものかもしれないが、私たちの健康にとっては大切な瞬間だ。まさに、こうした初期の経験が、歯科治療の大切さを理解する助けになったと思います。はい、たとえ訪問が少し怖くても、若い頃から良い習慣を身につけることが重要です。絶対に。今は、こういった検診と歯の手入れの大切さに感謝しています。それは素晴らしい視点です。私たちが成長するにつれて、子供の頃の恐怖が貴重な教訓に変わるのは面白いです。間違いない。それらの記憶は、私たちが誰であるか、そして大人としての健康への取り組み方を形作ります。レッスン4、モバイルアプリ開発。ターゲット市場向けの新しいモバイルアプリを共同開発したいと考えています。これは私たちにとってエキサイティングな機会だからです。すごいですね。アプリでのコラボレーションは視聴者の関心を引き、便利なツールを提供することができます。絶対に。価値あるものを作るには、ユーザーのニーズや好みを理解することが重要です。
まさに、アンケートやフォーカスグループを実施することで、開発プロセスを開始する前にインサイトを集めることができます。素晴らしいアイデアです。潜在的なユーザーからのフィードバックは、ユーザーの心に響く機能を設計する際の指針となります。はい。また、最初からお客様の期待に依頼られるようにもなります。どの機能を優先すべきだと思いますか？ユーザーフレンドリーなナビゲーションとインタラクティブな要素は、彼らの体験を向上させるために最優先事項であるべきだと私は信じています。間違いない。シームレスな体験は、ユーザーの定着率と満足度を大きく左右します。このアプリが私たちのコミュニティに与える潜在的な影響と、それが私たちのブランドをどのように高めることができるかに興奮しています。レッスン5、自由の物語。彼女が自由になったことを考えるのは魅力的です。彼女の物語は、誇りっぽい歴史の図書館にある曖昧な事実の乾燥した記録ではありません。絶対に。彼女の旅は、彼女のアイデンティティを形作った苦労と勝利を反映して、活気に満ちています。まさに、彼女の経験がいかに多くの人々の共感を呼び、歴史が関連性があり生き生きとしているように感じさせるかを見るのは刺激的です。はい、彼女の物語は心に響き渡り、歴史は単なる日付や出来事ではなく、実際の人間の経験に関するものであることを思い出させてくれます。確かに、彼女のような物語に触れると、過去がもたらす教訓を理解しながら、有意義な方法で過去とつながることができます。それは本当です。自分の旅や、時には当たり前と思っている自由について考えるよう励まされます。はい、彼女のストーリーを共有することで、私たちは彼女の遺産を称えるだけでなく、将来の世代が自由のための戦いを続けるよう促します。絶対に。私たちの歴史と文化を守る上で、ストーリーテリングが重要であることを強く思い出させてくれます。ストーリーを通して、私たちは様々なコミュニティ間の共通点を見つけ、共感を育むことができると信じています。レッスン6、一緒に料理する。玉ねぎをみじん切りにしてくれる？一緒に食べると美味しくなるレシピを考えています。もちろん。すぐに始めましょう。新鮮な玉ねぎはいつも料理にとても素晴らしい風味を加えます。彼らは本当にそうします。食事をより香り豊かで食欲をそそるものに変える方法が大好きです。絶対に。それに一緒に料理するのはいつも楽しいです。その過程がまるで共有体験のように感じられます。はい、生産的なことをしながら絆を深めるのに最適な方法です。何を作る予定なの？ボリュームたっぷりの野菜スープを考えていました。この肌寒い季節にぴったりです。パーフェクトですね。温かいスープを一緒に楽しむのが待ちきれません。私も。料理は料理だけじゃなくて、キッチンで思い出を作ること。まさに、丁寧に作られた食事が、人と人の距離を縮める方法が大好きです。レッスン7、サバイバルスキル。彼らは大陸全域で、生存が困難な砂漠地帯でも狩猟採集をして生き残った。信じられない。歴史を通じて、こうしたコミュニティの回復力と適応力が浮き彫りになっています。絶対に。彼らは土地に関する知識と技能を頼りに食料や避難所を見つける必要がありました。はい、彼らの生活が今日の私たちの生活と比べてどれほど異なっていたかを考えるのは魅力的です。
確かに、彼らの基地にも敬意を払いつつ、私たちが持っている便利さに感謝させてくれます。まさに、彼らの話は私たちの環境を理解し、自然とつながることの重要性を思い出させてくれます。間違いない。これらのサバイバルスキルは時代を超越し、今日でも特にアウトドアアドベンチャーで役立つ可能性があります。同感です。過去から学び、その教訓を現代の生活に応用することは私たちにとって極めて重要です。よく言った。私たちは彼らの回復力からインスピレーションを得て、私たちの資源をもっと大切にすることを学ぶことができます。レッスン8、旅行計画。間違いない。今度の旅行のために手頃なフライトと宿泊施設を探していました。それは素晴らしい。お得な情報を見つけることで、旅行予算に大きな違いが生まれます。まさに、到着したら、アクティビティや体験に十分な余裕があることを確認したいです。確かに、目的地が提供するすべてのものを楽しみながら、コストのバランスを取ることがすべてです。完全に同意します。これまでに有望な選択肢は見つかりましたか？はい、手頃な価格のフライトをいくつか見つけました。また、評判が良く、中心部に位置する素晴らしい小さなホテルも見つかりました。パーフェクトですね。中心地にあると、探索がとても簡単になります。絶対に。さらに、地元の文化に浸る機会を与えてくれます。まさに、この旅でどんな冒険が私たちを待っているのか、ワクワクしています。レッスン9、ヒーローを思い出して。彼は将軍で、偉大な英雄の死を語るときには、穏やかで敬虔な口調で語っていました。いつも心に響きました。それは誰かの記憶を尊重する心に訴える方法だ。それは相手の犠牲と貢献に対する深い敬意を表しています。絶対に。それらの瞬間は、過去と現在の両方の人生におけるヒーローを認識することの重要性を思い出させてくれます。はい、彼らの遺産を祝うことは極めて重要です。なぜなら、彼らは私たち自身の人生で偉大さを目指して努力するきっかけとなるからです。まさに、彼らの話は勇気と回復力に満ちていることが多く、それが困難な時期に私たちをやる気にさせてくれます。これ以上同意できませんでした。彼らの行動を振り返ることは、勇気と犠牲の価値を理解するのに役立ちます。確かに、どの世代にも歴史の流れを形作るヒーローがいることを思い出させてくれます。はい、私たちは常に彼らの経験から学び、行動を通して彼らの思い出を尊重するよう努めるべきです。よく言った。彼らの教訓を前に進めて、他の人たちにも同じことをするように促しましょう。レッスン10、ガーデニングのメリット。本当にそうです。さらに、ガーデニングはストレス解消にも最適です。土を掘ることには治療効果があります。絶対に。自然の中にいることは、心を清め、精神を若返らせるのに本当に役立ちます。はい、植物が成長し繁栄するのを見ていると、達成感と生命とのつながりが感じられます。まさに、文字通りにも比喩的にも何かを育み、労働の成果を見るのはやりがいがあります。確かに、ガーデニングはまた、私たちがゆっくりと人生のシンプルなことに感謝することを奨励します。これ以上同意できませんでした。テクノロジーから切り離して、自然とのつながりを取り戻す素晴らしい方法です。間違いない。さらに、
自分で野菜を育てることは、より健康的に食べるための素晴らしい方法でもあります。はい、庭で採れた新鮮な農産物は、店で買うよりもずっと美味しいです。まさに、メンタルヘルスと食生活の両方に役立つ充実した趣味です。レッスン11、ジャズレガシー。そして、ビリー・ホリデーはもう生きていません。しかし、今日でも多くの偉大なジャズミュージシャンが影響を与えています。それは本当です。彼女の遺産は、ジャズジャンルの新世代のアーティストにインスピレーションを与え続けています。絶対に、彼女が音楽にもたらした感情と深みは、今でも多くの人が達成しようとしている基準を打ち立てました。はい、彼女のようなレジェンドが築いたルーツに敬意を払いつつ、ジャズがどのように進化するかを見るのは魅力的です。まさに、今日のミュージシャンは、伝統的なジャズに現代の影響を融合させ、新鮮でエキサイティングなものを生み出しています。美しいフュージョンです。ジャズには、その核となる本質を保ちながらも適応できるという信じられないほどの能力があります。確かに、ジャズには即興的な性質があるため、ミュージシャンにとってもリスナーにとってもダイナミックで魅力的なものとなっています。絶対に、新しいアーティストを発見し、彼らがジャズの伝統をどのように解釈しているかを聞くのが大好きです。私も、音楽は世界中の人々の共感を呼び、成長し続けている生きた芸術形式であることを思い出させてくれます。レッスン12、ホテル体験。ロビンソンはカラーのみのホテルに泊まることを余儀なくされ、そこでは安全性が高いと考えられていました。それは悲惨な現実です。その間、基本的権利と尊厳を求めて多くの人が直面した苦労が浮き彫りになっています。絶対に、ホテルは隔離や不平等を思い起こさせるものではなく、快適な場所であるべきです。まさに、私たちがどこまで進んだのか、まだどれだけの作業が残っているのかを理解するには、これらの歴史的背景を覚えておくことが重要です。はい、ロビンソンのような話は、人々が逆境に直面して示した回復力を思い起こさせます。同感です。歴史が繰り返されないようにするには、それらの経験を尊重し、そこから学ぶことが重要です。確かに、これらの物語を共有することで、将来の世代の共感と意識を育むことができます。絶対に、すべての個人にとって平等と正義の重要性を強く思い出させてくれます。よく言った。このような議論は、変化を促し、多様なコミュニティ間の理解を促進するのに役立ちます。レッスン13、ショッピングのコツ。今日は店頭で気になるものを見てみよう。必要なアイテムのデザインと機能性を忘れずに検討してください。それは素晴らしいアプローチです。見栄えが良いだけでなく、その目的を十分に果たすものを見つけることが重要です。絶対に、優れたデザインのアイテムは、衣類であれ室内装飾であれ、私たちの体験を本当に豊かにしてくれます。まさに、私はいつもスタイリッシュで実用的なアイテム、特に日常的に使うアイテムを選ぶようにしています。はい、美学と実用性の完璧なバランスを見つけるようなものです。今日は何を見つけたいですか？料理をより簡単に、より楽しくすることができる新しいキッチンガジェットを探しています。楽しそう。優れたガジェットは、調理プロセスを本当に効率化し、キッチンでの創造性を刺激します。間違いない。
私たちの注意を引く革新的なものには目を光らせておきましょ確かに、料理の冒険をさらにエキサイティングにする新しいツールを見つけるのが大好きです。レッスン14、ワクチンを理解する。ワクチンは、病気の原因となる弱った細菌を人に注射することで病気を予防できます。その通りだ。免疫システムを鍛えて感染を認識して駆除するというワクチンの仕組みは興味深いものです。まさに、その背後にある科学は驚くべきもので、長年にわたって数えきれないほどの命を救ってきました。はい、ワクチン接種は、アウトブレイクの抑制と公衆衛生の保護において重要な役割を果たしてきました。簡単なショットで個人や地域社会をこれほど強力に保護できる方法を考えると驚くべきことです。絶対に。神話を払拭し、人々にワクチン接種を促すには、ワクチンに関する教育が不可欠です。はい、利点を理解することは、ワクチン接種率を高め、全体的な健康状態を改善するのに役立ちます。間違いない。これは、私たち全員が地域社会で安全で健康でいられるようにするための共同の取り組みです。よく言った。より健康的な未来を築くためには、ワクチンに対する意識向上と入手促進が不可欠です。レッスン15、趣味と興味。はい、自由時間に絵を描いたり編み物をしたりするのが大好きです。あなたはどうですか？それは素晴らしいですね。写真を撮ったり、新しい場所を探索したり、その瞬間を捉えたりするのが好きです。写真は創造性を表現するとても美しい方法です。好きな被写体で撮りたいものはありますか？私は風景を撮影するのが大好きです。特に日の出と日没の間は、色がとても鮮やかです。その時代は魔法のようなものです。その瞬間を凍結することがどれほどやりがいのあることか、想像できます。絶対に。それぞれの写真にはストーリーがあり、撮影中に経験した思い出がよみがえります。それが私のアートの好きなところです。絵画であろうと写真であろうと、私たちの視点を共有することができます。まさに、他の人とつながり、言葉では表現できない感情を表現する方法です。よく言った。趣味を組み合わせて新しいインスピレーションを得て、クリエイティブな一日を一緒に計画すべきだと思います。レッスン16、食料品のニーズ。それとパン。あなたはどう？その週はフルーツ、チーズ、ヨーグルト、それに軽食が必要です。それはしっかりしたリストのように思えます。ヘルシーなスナックには新鮮なフルーツが欠かせません。何を食べる予定ですか？リンゴ、バナナ、そして多分バラエティに富んだベリーを考えています。朝食やちょっとしたおやつにぴったりです。素晴らしい選択です。ヨーグルトにベリーを加えるのが大好きです。美味しくて栄養価の高いおやつになります。はい、チーズはフルーツと相性が良く、軽食やおやつにぴったりです。絶対に。また、一日を通してエネルギーを補給するために、ナッツを手元に置いておくのも好きです。それは賢い考えだ。ナッツはとても用途が広く、栄養素が豊富です。豊富な品揃えを用意します。間違いない。今週は、食事を面白く健康に保つために必要なものをすべて手に入れましょう。同意しました。バラエティに富んでいると、料理や食事を楽しむモチベーションが保たれます。
レッスン17、カオスと秩序。不公正や理不尽さがしばしば社会にもたらす混乱を抑えるには、力が必要です。それは深遠な発言です。秩序の維持と不平等への対処との間で、現在も続いている闘争が浮き彫りになっています。まさに、公正で公正な社会を育むためには、集団行動と強力なリーダーシップが必要な場合があります。はい、不正に立ち向かうことは重要ですが、知恵と戦略を持って取り組むことも必要です。絶対に、強さと思いやりのバランスを取ることで、永続的な変化が生まれ、希望が生まれます。これ以上同意できませんでした。混乱と戦わなければならない一方で、理解と対話を促進すべきだということを思い出させてくれます。確かに、これらの問題について話し合うことで、ギャップを埋め、団結を促進することができます。まさに、みんなの声が聞かれ、大切にされるような、より公平な未来に向けて一緒に取り組むことができます。よく言った。その変化に貢献し、その過程で互いに支え合うことが私たちの責任です。レッスン18、違いを生む。これ以上同意できませんでした。力を合わせれば、特に努力とリソースを組み合わせれば、違いを生むことができます。絶対に。集団行動は私たちの声を広げ、関心のある問題に対する私たちの影響力を高めます。はい、コミュニティがどのように協力して前向きな変化を生み出し、互いに支え合うことができるかを見るのは刺激的です。間違いない。ボランティア、アドボカシー、あるいは単に意識を広めることなど、どんなに小さなことでも重要です。まさに、それぞれの行動は、どんなに小さなことでも、進歩を求める大きな動きに貢献します。私はその視点が大好きです。より良い未来を形作る上で、私たち全員が役割を果たせることを知ることは、大きな力になります。はい、そして、志を同じくする人々を見つけてコラボレーションすることで、旅をさらに充実させることができます。絶対に。力を合わせれば、課題を克服し、他の人たちも大義に参加するよう促すことができます。よく言った。これからもお互いを支え合い、地域社会にポジティブな変化をもたらすよう努力していきましょレッスン19、一緒に料理する。それは賢い。じゃあ、今から料理のプロセスを始めているの？はい、始めたいです。一緒に料理することは、とても楽しくて魅力的な体験です。絶対に、美味しいものを作りながら、料理のスキルを結びつけて分かち合う素晴らしい方法です。これ以上同意できませんでした。それに、自分たちで作った食事を楽しむのはいつでもいいことです。まさに、今日のクッキングセッションでは、具体的に考えているレシピはありますか？新鮮な野菜と軽いソースを使ったパスタ料理を作ろうと思っていました。ヘルシーで美味しいでしょう。パーフェクトですね。パスタはとても用途が広く、様々なフレーバーに簡単に適応できるのが気に入っています。はい、そして一番いいのは、手元にある材料に基づいてカスタマイズできることです。どうなるかワクワクします。料理はとてもクリエイティブなプロセスで、出来上がるのを楽しみにしています。レッスン20、気候の課題。渓谷の年間平均降水量はわずか2インチで、この地域で最も暑い場所の一つでもあります。
それはそこに住む誰にとってもかなり難しいことです。それは農業や作物の維持を信じられないほど困難にしているに違いありません。まさに、水不足は農業や生活に深刻な影響を及ぼし、食料不足につながります。はい。水資源を効率的に管理するための持続可能な観光の重要性をはっきりと思い出させてくれます。絶対に、このような地域のコミュニティは、過酷な条件で生き残るために革新と適応が必要です。水を節約し、得られるわずかなものを最大限に活用する技術を開発している人がいるのは興味深いことです。間違いない。これらの適応策は、気候問題に直面した時のレジリエンスにとって不可欠です。気候問題に取り組み、影響を受けたコミュニティを支援する上で、私たち全員が果たすべき役割があることを思い出させてくれます。よく言った。力を合わせれば、地球を守るための持続可能な解決策に対する意識を高め、提唱することができます。レッスン21、パリ探検。間違いない。フランスでは、芸術と歴史の宝庫であるルーブル美術館を訪れ、パリを訪れてみましょう。絶対に。ルーブル美術館は象徴的で、モナリザのような傑作を見るのが待ちきれません。はい、これらの古代のホールを歩く体験は、時間を遡るような体験です。確かに。また、あまり知られていない作品や、美術館自体の美しい建築物を発見できることにもワクワクしています。まさに、ルーブル美術館の隅々にはそれぞれ独自の物語があり、文化に浸るのに最適な方法です。美術館の後は、セーヌ川沿いを散歩してパリの雰囲気を楽しむことができます。パーフェクトですね。パリの魅力は他に類を見ません。特にそのような美しさに囲まれているときはなおさらです。はい、探検中に美味しいフレンチペストリーを堪能するのを楽しみにしています。私も、芸術、歴史、そして料理の楽しさに満ちた忘れられない冒険になるでしょう。レッスン22、コーヒーの選択。コーヒーメーカーは、フレンチプレス、ポアオーバー、ドリップのいずれかを選べます。どの方法にも独自のフレーバー特性が備わっています。それは素晴らしい点です。それぞれの入れ方が、コーヒーの味や香りを完全に変えることができるところが気に入っています。まさに、フレンチプレスはコクのある味わいで知られており、多くのコーヒー愛好家に高く評価されています。はい。また、ポアオーバー方式の方が、コーヒーの特定の香りを際立たせるため、コーヒーの入れ方をより細かく制御できます。正しい、バリスタが完璧なカップを作るスキルを披露できる、まるで芸術のようです。完全に同意します。それから、大量に作るのに便利なドリップコーヒーメーカーがあります。絶対に、一日を乗り切るのに複数のカップが必要な朝にぴったりです。それぞれの方法には魅力があり、それは本当に機会や気分次第だと思います。間違いない。様々なテクニックを試して、自分の好みに合うものを見つけるのは楽しいです。レッスン23、カナダの祝日。7月1日はカナダデーで、祝い、国の歴史を振り返る日です。そうなんです。花火、パレード、コミュニティイベントが盛りだくさんの素晴らしい機会です。絶対に、カナダ人が集まって自分たちの文化や遺産を祝う日です。
そして9月には、様々な分野の労働者の貢献を称える労働者の日があります。まさに、レーバーデーは多くの人にとって夏の終わりを告げ、リラックスしたり家族の集まりを楽しんだりする時間になっています。はい、これらの祝日がカナダの価値観と歴史をどのように反映しているかは興味深いことです。確かに、それぞれの祝賀会は、国を構成する多様な文化を鑑賞するユニークな方法を提供しています。間違いない。コミュニティが団結して祝福し、貴族意識と誇りを醸成するのを見るのは素晴らしいことです。同感です。これらの祝日は、私たちが共有してきた歴史と一緒に祝うことの重要性を思い出させてくれます。レッスン24、製品の展示。絶対に、私の製品を紹介し、潜在的な顧客に効果的にリーチするための素晴らしいプラットフォームです。それは素晴らしい。ソーシャルメディアを活用することは、視聴者を増やし、認知度を高めるのに本当に役立ちます。まさに、これにより、顧客との直接のやり取りが可能になり、信頼と忠誠心を構築できます。はい、投稿やストーリーを通じて視聴者と交流することで、より個人的なつながりを築くことができます。確かに、顧客からのフィードバックは、製品の改善やニーズに合わせた製品のカスタマイズにも役立ちます。絶対に、視聴者と会話するようなもので、成長には非常に貴重です。このアプローチが私のビジネスにプラスの影響を与え、より多くの人々とつながることができるのを見て、ワクワクしています。間違いない。創造性とつながりのための新しい道を模索するエキサイティングな時期です。同感です。この機会を最大限に活用するために、いくつかのアイデアをブレインストーミングしましょう。レッスン25、政治的解決策。この状況は依然として国際法違反であり、政治レベルでしか解決できません。それは重要なポイントです。国家間の対話と交渉の必要性が強調されています。まさに、共通点を見つけ、紛争を解決するには、様々な視点を理解することが重要です。はい、平和と協力を促進するためには、指導者が建設的な議論を行うことが重要だ。絶対に、政治的解決には、関係者全員の忍耐とコミットメントが必要です。確かに。これは、外交が永続的な解決に向けた最善の道であることが多いことを思い出させてくれます。同感です。協力して取り組むことで、すべての人に利益をもたらす持続可能なソリューションが生まれます。間違いない。世界規模で正義と公正を守るためには、社会が一丸となって取り組むことが不可欠です。よく言った。平和的解決の提唱は波及効果を生み出し、将来の世代にインスピレーションを与えることができます。レッスン26、キッチンのレイアウト。ダイニングルームはキッチンに隣接しているので、集まりの際の食事の提供に便利です。それは素晴らしい。うまくデザインされたレイアウトは、特にゲストをもてなすときに家の流れを本当に良くしてくれます。絶対に。キッチンには食事の準備に欠かせないコンロと冷蔵庫があります。はい、これらの電化製品を近くに置いておくと、調理プロセスが効率化され、より楽しくなります。まさに、調理中にすべてに簡単にアクセスでき、効率的な作業スペースができるのはいいですね。
同感です。オープンなレイアウトは、料理人とゲストの交流を促し、雰囲気を盛り上げてくれます。間違いない。これにより、食事体験がより共同体的になり、関係者全員にとって魅力的なものになります。確かに、温かく居心地の良い雰囲気を保ちながら、機能性を優先する家が大好きです。まさに、よく考え抜かれた空間は、料理や食事を楽しい体験に変えることができます。レッスン27、ベジタリアン料理。新しいベジタリアン料理を試したいのですが、何か提案はありますか？絶対に。私のお気に入りの一つは、色とりどりの野菜と風味豊かなソースを混ぜたボリュームたっぷりの野菜炒めです。美味しそう。炒め物はとても用途が広く、季節に合わせてカスタマイズできます。はい、豆腐やひよこ豆を加えてタンパク質を摂れば、完全な食事になります。素晴らしいアイデアです。ベジタリアン料理がいかに栄養価が高く満足できるかが大好きです。まさに、別のオプションとして、レンズ豆のスープがあります。心地よく、風味豊かです。肌寒い日にぴったりです。レンズ豆はタンパク質と食物繊維の素晴らしい供給源です。確かに、ピーマンの詰め物もお忘れなく。いつも大人げで、お皿に乗せても美しく見えます。うわぁ、考えているだけでお腹が空いてきます。料理の日を計画して、一緒にこのレシピを試してみよう。レッスン28、政治的スピーチ。1980年の民主党全国大会でのエドワード・ケネディの演説は、非常にインパクトがあり、記憶に残るものでした。絶対に。彼の言葉は多くの人々の共感を呼び、困難な時期における希望と団結を強調しました。まさに、彼は進歩と社会正義の必要性について情熱的に語りましたが、それは今日でもなお重要だと感じています。はい、政治演説がいかに変化を促し、市民の参加意欲を高めることができるかは興味深い。確かに、個人的なストーリーを通して観客とつながるケネディの能力は、心に残る印象を与えました。間違いない。こうした感情的なつながりこそが、重要な活動への支持を呼び起こすのです。完全に同意します。彼の演説は、世論や政策を形作る上でのレトリックの力を思い起こさせるものだ。絶対に。指導者の意見に耳を傾け、約束の責任を果たすよう促します。よく言った。このようなスピーチは情熱に火をつけ、より良い未来に向けた集団行動を促すことができます。レッスン29、ポジティブな習慣。人生に戻ることができたらそうするだろうね。実際、今はそれを習慣にしようと思う。それは素晴らしい解決策のように思えます。ポジティブな習慣を身につけることで、私たちの生活を本当に変えることができます。まさに、個人の成長と充実につながるような変化を起こすのに遅すぎることはありません。はい、小規模で一貫した行動は、時間が経つにつれて勢いを増し、大幅な改善につながります。絶対に、一度に一つの習慣に集中する方が、それに固執しやすくなることに気づきました。それは賢いアプローチです。これにより、圧倒されることなく、変更をルーチンに完全に組み込むことができます。同感です。さらに、途中で小さな勝利を祝うことで、
モチベーションを高く保つことができます。間違いない。どんなに小さくても進歩を認識することは重要です。それは私たちが前進し続けることを奨励するからです。よく言った。これらのポジティブな習慣を身につけるためにお互いをサポートし、その過程で経験を共有しましょう。レッスン30、ハットショッピング。A、近くのお店でかっこいい帽子をいくつか見かけました。品揃えが豊富で、本当に目に留まりました。すごいですね。帽子は自分のスタイルを表現したり、服にセンスを加えたりする楽しい方法です。絶対に。帽子をかぶると、着ているものの雰囲気がガラッと変わるところが気に入っています。はい、カジュアルな帽子でも、つばの広いスタイリッシュな帽子でも、あらゆる場面に合うものがあります。まさに、おしゃれに見えながら太陽が目に入らないように、夏用に買うかもしれないと思います。それは素晴らしいアイディアだ。さらに、良い帽子は有害な紫外線から顔を守ることができます。間違いない。実用的であると同時にスタイリッシュでもあり、常に好都合です。確かに。その店を一緒に見てみよう。あなたが話している帽子を見てみたい。計画のようですね。帽子の買い物は楽しい冒険になるかもしれませんし、ユニークな発見があるかもしれません。